回は F1 マシンが生み出す空力の魔法ダウンフォースについて深く掘り下げていきます。このダウンフォースが F1 マシンのパフォーマンスの秘密であることをご存知でしょうか。それを可能にするフロントウイング、リアウイング、そしてフロアの仕組みも解説していきます。セクション1、ダウンフォースの基本。まずダウンフォースとは何かを詳しく説明しましょう。ダウンフォースとは F1 マシンの空力設計によって生み出される力でマシンを路面に押し付ける働きをします。この力があることでマシンはより強いグリップを獲得し、コーナリング時に圧倒的な速度を維持できるのです。ダウンフォースの概念を理解するために飛行機の翼を思い浮かべてください。飛行機の翼は空気を上向きに流し揚力を生み出して飛行します。一方 F1 マシンのウイングはその逆で空気を下向きに流してダウンフォースを生成します。つまり F1 マシンは飛ぶのではなく地面に張り付くことで最高のパフォーマンスを発揮できるようになっています。ではダウンフォースがマシンの挙動に与える影響を考えてみましょう。コーナリング時の安定性、タイヤが路面をしっかりと掴むことでドライバーはより高い速度でコーナーを曲がることが可能になります。ブレーキング性能の向上、ダウンフォースによってタイヤのグリップ力が増し、より短い距離で減速できるためブレーキングポイントを遅らせることができます。加速時のトラクション向上、ダウンフォースは後輪の駆動力を最大化しホイールスピンを抑える役割を果たします。このダウンフォースを最大限活用するために F1 チームはサーキットごとに空力パーツを微調整し最適なバランスを見つけ出します。これこそが F1 の技術開発競争の革新ともいえる部分です。セクション2、フロントウイングの役割。まずフロントウイングについてお話ししましょう。 F1 マシンが高速で走行する際、空気はまずフロントウイングにぶつかります。このパーツの設計と調整によって車体全体の空力バランスが決まるため非常に重要な部分です。フロントウイングの主な役割はダウンフォースの生成と気流の制御の2つです。1、ダウンフォースの生成。フロントウイングは下向きの力ダウンフォースを生み出すことで前輪のグリップ力を向上させコーナリング時の安定性を確保します。特に低速コーナーではフロントウイングによるダウンフォースがステアリングのレスポンスに大きな影響を与えます。またフロントウイングのフラップの角度は調整可能でドライバーやチームはセットアップの際にフラップの角度を変えてダウンフォース量を最適化します。例えばダウンフォースを増やせばコーナーでのグリップが強化されますが同時に空気抵抗ドラッグが増え直線速度が犠牲になります。2、気流の制御。フロントウイングは単にダウンフォースを生み出すだけでなくマシン全体の気流を管理する役割も果たします。適切な形状で設計されたフロントウイングは空気を効率よくマシンの側面やフロアへ導きリアウイングやディフューザーでのダウンフォース生成を助けます。特に注目すべきなのはエンドプレートの働きです。エンドプレートはフロントタイヤ周辺の乱気流を抑え空気を外側に流すことでマシン全体の空力効率を向上させます。もし乱気流が過剰に発生すると空力性能が低下しダウンフォースの安定性が損なわれる可能性があります。さらにアンダーノーズの形状、ノーズの裏側つまり路面側によって空気の流れを最適化することでフロアのグラウンドエフェクトを最大化することができます。最近の F1 マシンではこの領域の設計が非常に重要視されています。フロントウイングの影響と戦略。フロントウイングの設計やセッティングはレースの戦略においても重要な要素です。例えばモナコグランプリ低速市街地サーキットではコーナーリング性能が重要視されるためフロントウイングの角度を増やし高ダウンフォース設定にします。モンツァ高速サーキットでは直線速度を稼ぐためにフロントウイングの角度を減らしドラッグを最小限に抑えます。このようにフロントウイングの調整によってレース戦略に合わせた最適なバランスを見つけることができます。セクション3、リアウイングのパワー。次にリアウイングについてお話しします。リアウイングはマシン後方で大きなダウンフォースを生み出し高速コーナリング時の安定性を確保する重要なパーツです。 F1 マシンの空力バランスに大きな影響を与えるためその設計はチームごとの戦略と密接に関係しています。1、リアウイングの設計と働き。リアウイングは空気の流れを活用してダウンフォースを生成します。ウイングの主な構造は以下の要素で構成されています。メインプレーン主翼、マシン上を流れる空気を受け止めダウンフォースの主要な源になります。角度が大きいほどダウンフォースが増加しますがその分空気抵抗ドラッグも増します。エンドプレート
気流を整えることでウイングの効率を向上させ、後方の乱気流を制御する役割を持ちます。フラップ、可動式の小さなウイングで調整可能なダウンフォースコントロールを提供します。特に DRS ドラッグリダクションシステムに関与する部分です。パイロン、ウイングを支える支柱部分で合成と空力効率を確保します。リアウイングの設計はダウンフォースを最適化しつつドラッグを最小限に抑えることが重要です。このバランスが取れていないと直線速度が不足したりコーナリング時にグリップを失うことがあります。2、DRS ドラッグリダクションシステムの役割。 F1 には DRS ドラッグリダクションシステムという重要な仕組みがあります。 DRS はリアウイングの上部フラップを開くことで空気抵抗ドラッグを減少させ直線速度を向上させるシステムです。主にオーバーテイク追い抜きの際に使用され特定のゾーンでのみ許可されます。 DRS の効果、直線速度の向上、フラップを開くことでダウンフォースを減らしストレートでのスピードを上げます。オーバーテイクの補助、先行車とのギャップを縮め追い抜きのチャンスを広げます。戦略的な使い方、サーキットごとに DRS ゾーンが設定されておりレース中の駆け引きにも影響します。ただし DRS 使用時にはダウンフォースが減少するためコーナー進入時にマシンの挙動が不安定になりやすいというリスクがあります。3、リアウイングの戦略的調整。 F1 チームはサーキットごとにリアウイングの設計やセッティングを変更し最適なバランスを見つけます。モナコグランプリ低速市街地サーキットダウンフォースを最大化しコーナリング性能を向上させるために大型のリアウイングを使用します。モンツァ高速サーキット直線速度を稼ぐためにウイングの角度を減らし低ダウンフォース仕様を採用。スパフランコルシャン多様な特性を持つサーキットダウンフォースと直線スピードのバランスを考えた中間的なセッティングを使用します。このようにリアウイングのセッティングはレースの戦略に大きく関わる要素となっています。セクション4、フロアとグラウンドエフェクト。最後に F1 マシンの底面つまりフロアの話です。フロアは一般には目立たないパーツですがマシンの空力性能を左右する非常に重要な要素です。 F1 の現行レギュレーションではグラウンドエフェクトを活用したフロア設計が主流となっており各チームはこの領域で激しい開発競争を繰り広げています。1、ベンチリ効果とフロアの設計。フロアのダウンフォース生成の鍵となるのがベンチリ効果です。この効果を理解するには流体の性質を少し考えてみましょう。ベンチリ効果とは狭い空間を通過する流体の速度が増しその結果として圧力が下がる現象のことです。 F1 マシンのフロアはまさにこのベンチリ効果を活用しており車体下の空気の流れを加速させて低圧ゾーンを作り出し強力なダウンフォースを生み出しています。このためフロアの形状は細かく調整され車体の前方から取り込まれる空気をスムーズに流しながら後方で最大限のダウンフォースを発生させるよう設計されています。2、ディフューザーの役割。フロアのダウンフォースをさらに強化するのがディフューザーです。ディフューザーは車体の後方つまりリアタイヤ周辺に配置されておりここで空気を効率的に排出することでさらなるダウンフォースを生み出します。ディフューザーの設計には以下のポイントがあります。適切な拡張角度。ディフューザーの開口部の角度は気流のスムーズな排出とダウンフォースの最大化を考慮して設計されます。角度が急すぎると乱気流が発生し空力性能が低下する恐れがあります。側面のガイド。ディフューザーの両サイドには気流を整えるためのガイドが配置され乱気流の発生を抑えます。ディフューザーは単独で機能するのではなくフロア全体の気流との連携が重要です。これによりフロア全体で発生するダウンフォースを最大限に活用できます。3、車高の調整とコーポイズ現象。フロアのダウンフォースを最大化するためには車高、ライドハイトの調整が重要になります。適切な高さが保たれればベンチリ効果が最大化されグラウンドエフェクトによるダウンフォースが安定します。しかしここで問題となるのがコーポイズ現象です。これは高速走行中にフロアの空力効果によって車体が上下に振動する現象です。具体的には1、フロアが低くなりすぎると空気の流れが遮断される。2、ダウンフォースが急激に減少し車体が跳ねる。3、再び車高が元に戻ることでダウンフォースが回復するがその繰り返しで振動が発生する。この現象を防ぐためにチームは
車高を適切に設定することで安定した空力パフォーマンスを確保しています。フロアの戦略的な活用。フロアの空力設定はサーキットごとに調整されます。低速サーキット、モナコグランプリ、ダウンフォースを最大化するためにフロアの高さを調整し、最大の吸着効果を狙います。高速サーキット、モンツァ、直線スピードを重視するために車高をやや高めに設定し、トラックを抑えます。バランス型サーキット、スパフランコルシャン、グラウンドエフェクトと高速性能のバランスを考慮し、最適な車高とフロア形状を採用。このようにフロアの設計と調整はレース戦略にも大きく関わり、マシンの総合的なパフォーマンスを決定する重要な要素なのです。セクション5、ダウンフォースとサーキット特性。ダウンフォースは F1 マシンの性能を最大限発揮するためにサーキットの特性に応じて細かく調整されます。各サーキットはレイアウトや路面特性が異なり、それによってダウンフォースの適正値が変わります。これが空力セットアップの重要性が際立つ理由です。1、低速サーキット、モナコグランプリ。まず低速サーキットの代表格であるモナコグランプリを見てみましょう。モナコは市街地コースであり、ストレートが短く極端に低速のコーナーが連続する得意なレイアウトを持っています。そのためドライバーは高いダウンフォースを必要とします。セットアップのポイント。ダウンフォースの最大化。ウイングの角度を増し、フロアの高さを調整することで最大限のグリップを確保します。ブレーキングの安定性。コーナーごとの急減速が多いため、ダウンフォースによるグリップを活用して最適なブレーキング性能を維持します。トラクションの向上。低速での加速時にリアタイヤがスリップしないようにリアウイングでしっかりとダウンフォースを確保します。モナコのようなコースではトップスピードよりもコーナリング性能の向上が勝敗を分ける要素となるのです。2、高速サーキット、モンツァ。次にモンツァのような高速サーキットを見てみましょう。モンツァはテンプレートサーキットとも呼ばれるほどストレートが長くコーナーの数が少ないレイアウトになっています。ここではダウンフォースよりも最高速度が重要になります。セットアップのポイント。低ダウンフォース仕様。リアウイングをフラットに設定し、空気抵抗、ドラッグを最小限に抑えることでストレートでの最高速を向上します。フロアの高さを調整、グラウンドエフェクトの効率を調整し、ドラッグを減らしつつダウンフォースを適度に確保します。 DRS の重要性。モンツァでは DRS の効果が大きく、適切な使用タイミングがオーバーテイクに直結する。このようなコースではストレートスピードを最大化することが最優先事項となるため、ダウンフォースは必要最低限に抑えられるのです。3、バランス型サーキット、スパフランコルシャン。そしてモナコとモンツァの中間に位置するバランス型サーキットの代表格がスパフランコルシャンです。スパは高速ストレートと低速コーナーの両方が混在するため、ダウンフォースと直線速度のバランスを取ることが求められます。セットアップのポイント。ウイング角の調整。直線での速度を維持しつつ低速コーナーでのグリップも確保できるような微調整が必要。車高の管理。グラウンドエフェクトを活用しつつトラックを抑える適切な車高設定が重要。ウェザーコンディション。スパは天候の変化が激しいため、ダウンフォース設定がレース前後で変更されることも珍しくありません。このようなサーキットでは万能なセットアップが求められるため、チームの技術力とデータ解析能力が試される場となります。サーキットごとのダウンフォース戦略。このようにダウンフォースの調整はサーキットの特性に応じて細かく変更されます。低速サーキット。ダウンフォースを最大化し、グリップとコーナリング性能を向上させます。高速サーキット。直線速度を優先し、ダウンフォースを最小限に抑えるセットアップ。バランス型サーキット。速度とダウンフォースのバランスを見極め、最適な調整を施します。これが F1 チームがサーキットごとに空力セットアップを調整する理由です。レースごとに異なる条件を考慮しながら最適なダウンフォース設定を見つけることこそがエンジニアの腕の見せ所なのです。これまで F1 マシンが生み出すダウンフォースの仕組みとそれを支える重要なエアロパーツについて詳しく見てきました。フロントウイングで空気の流れを整え、リアウイングで高速域の安定性を確保し、フロアとグラウンドエフェクトで強力なダウンフォースを生み出す。これらの要素が絶妙に組み合わさることで F1 マシンは驚異的なスピードとコーナリング性能を発揮するのです。この空力の技術は単なる設計の話ではなく、チームの戦略やドライバーの走りにも密接に関わっています。サーキットごとのセットアップ変更。
気象条件の影響、そしてレースごとの調整。ダウンフォースはただの下向きの力ではなく、レースの結果を左右する鍵なのです。そして F1 の技術は毎年進化を続けています。新しいレギュレーションが導入されるたびにエンジニアたちは創意工夫を凝らし、限界を押し広げています。果たして次世代の F1 マシンはどんな空力革新を見せてくれるのでしょうか。その答えはこれからのシーズンの中にあります。次回も F1 の世界をさらに深掘りしながら最新の技術や戦略を解説していきますのでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。